皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢を中心とした安全保障関連のニュースを取り上げていきます。まず前回の動画の続きなのですが、ロシア・ウクライナ間における直接協議の結果について、ロシア側が東部南部4つの州について、もう自分たちの領土として宣言しているのだから、ウクライナ軍は撤退せよという要求をしていることをお伝えしました。その後、様々なニュース媒体によって、その他にも様々な条件をウクライナ側に突きつけていることが分かりました。まずはそのことについて、改めて話をまとめておきましょう。現在、ロシア軍はクリミア半島プラスウクライナの東部南部4つの州において、ロシア軍が占領、そして占領統治も同時に行い始めています。そしてロシア政府側では、これらの領土については、もはやウクライナ領ではなく、ロシア領であると一方的に宣言を行っています。国際社会においてこのような領土変更に承認を与えている国は、基本的にはロシア寄りの一部の国に過ぎません。しかし、今回の直接協議においては、ロシア側は、改めてウクライナ側に対して、もはやロシア領になったことを正式に認めよという話も合わせて突きつけたとのことです。直接協議は2022年段階で行われたものです。その時には、ウクライナの東部2つの州について、ロシア領として認めよ、領土を割譲せよというような要求を行っていました。2022年と2025年の現在の違いとしては、南部2つの州についても正式な領土の割譲といったものを求めているわけです。またその他の話としては、この戦争に関連しての賠償金の要求については、その権利を放棄せよという話も出ています。ロシア側が数々起こした戦争犯罪やもしくは攻撃に伴う損害などについて一切不問にせよという話です。当然これらの要求というのは、ウクライナ側にとってはとても受け入れられるような内容ではありません。そのため、ウクライナ側がこの話を蹴った後においては、ロシア側がこのまま戦争が続けば、我々はもっと侵略を行い、さらに2つの州を要求に付け加えるという話をしています。東部南部だけではなく、北部側のハルキウ州周辺の2つの州についても、領土の割譲を求めていく方針だというのです。また、かつてロシアはスウェーデンと21年間戦争を行ったこともあり、今回の戦争においても、それぐらいの長期間もしくはそれ以上の永遠とも呼べるような期間、戦争を続ける覚悟があると述べました。実際にはプーチン大統領が倒れた後の政治指導者が戦争を続けるかどうかは全くわかりません。ただし、威嚇をするという意味においては、プーチン大統領があたかも不滅の存在であるかのような話をしているわけです。一方で、全く何も決まらなかったのかといえばそういうわけではありません。停戦協議においてはロシア側の過剰な要求が次々と出たわけですが、それ以外の話としては、話し合いそのものは今後も続けていくよという話は合意できました。また、1000人単位の捕虜の交換についての合意もできたようです。ただし、話し合いを続けること、そして捕虜交換の合意といった話は、さして難易度の高いものではありませんから、それほど注目すべき話ではないでしょう。ロシア側としては、侵略を前面に打ち出してというのは、アメリカのトランプ大統領に対して、外交上のポーズが悪いから、話し合いを続けると言っているだけの話でしょう。また、捕虜の交換についても、それに類する話です。トルコのエルドアン大統領なども、捕虜交換協議が成立するのは前向きな対応だと評価しています。ちなみにトランプ大統領も似たような話をしていて、話し合いが継続的に行われることは、ロシアに停戦に向けての意思がなくなっていないことを示すものだとして評価を行っています。ただ同時にトランプ大統領は、自分が携わらなければ、このような大事な話は最終的に決着を見ることはないだろうとして、現在のウクライナ、ロシアとの間における政府高官級協議だけでは不十分だとも述べています。そういった意味ではゼレンスキー大統領がプーチン大統領に対しての首脳会談を求め続けるといった要望を出しているので、この点について少なくとも外交上、ゼレンスキー大統領の振る舞いは今回の一件においては、十分役目を果たしています。なお、今回の外交において私は評価していますが、もちろん逆サイドの評価もあります。例えばトルコにゼレンスキー大統領は行きましたが、プーチン大統領は来ませんでした。それをもってして全くの空振りで無様な姿を見せたと評価する人もいます。しかし、この外交上の動きというのは一体誰に対してのものかといえば、現在のところは残念ながらトランプ大統領にどれだけアピールするかといった話へとつながっています。
これまでトランプ大統領の方からゼレンスキー大統領に対する批判は、戦争をやめろと言っているのに、ゼレンスキー大統領は全く自分の外交カードも持たずに、私の言うことも聞かないなんてひどいやつだみたいな話を延々と繰り返していたわけです。一方で今回の振る舞いは逆に言えばトランプ大統領の要望を叶える形で停戦協議に自ら乗り出して、トルコのエルドアン大統領が話し合いの場を設けて実際に来い来いと言っているような状況を作り出したわけです。それに応えなかったのはプーチン大統領ですよということをはっきりと示すことができたわけです。一方でプーチン大統領はそうしたトランプ大統領の求める和平協議に乗るという話について全く行動することができませんでした。だからこそ私は評価としてはゼレンスキー大統領の方がうまく立ち回ったと評価しているわけです。ちなみに今回プーチン大統領がやってこなかったことにより EU のフォンデアライエン委員長は第17次制裁のその後の話についても早くも始めました。第18次制裁もすぐに取り掛からなければならない。またその他イギリス、フランス、ドイツそれぞれの政治指導者とゼレンスキー大統領4者の首脳会談が行われ、これらヨーロッパ主要国からのロシアに対する制裁も次のものを速やかに用意しなければならないということで合意できたようです。あとはトランプ大統領がロシアに対する制裁をするのか、それともウクライナに対する軍事支援をするのか、このあたりの動きを引き出すことが重要でしょう。何しろ、バイデン政権からトランプ政権へと変わり、アメリカからの軍事支援は途絶えています。情報支援だけでは不十分でしょう。トランプ政権はウクライナに対する軍事支援は情報支援にかなり絞り込んでいます。一方でヨーロッパ各国に対して自分たちアメリカが行ってきた規模の支援を肩代わりするように求めています。そのためにはどうやっても予算が必要なわけで、その圧力がかけられています。フォーブスの記事より、NATO 加盟国、国防費を今後10年で GDP 比 5% に引き上げで合意の見通し。アメリカのルビオ国務長官は、NATO の全加盟国が向こう10年間で国防費を GDP の 5% まで引き上げるという目標に近く合意する見通しだと明らかにした。アメリカのトランプ大統領はかねてより NATO 加盟国が公正な分担金を支払っていないとの不満を表明していた。ルビオ国務長官は保守系の FOX ニュースの司会者との対談でトランプ大統領がこの問題を提起して以降、NATO 加盟国による国防費が大幅に増加していると強調。2018年の第一次政権の時は国防費が GDP 比 1% 未満だった加盟国もあったが、その後大幅に増加し、来月開かれる NATO 首脳会合を前に、事実上すべての加盟国の国防費が GDP の 2% を超え、多くの加盟国が 4% を超えるようになったと述べた。その上で、来月の首脳会合が開催される頃には、向こう10年間で国防費を GDP 比 5% に引き上げるという目標に全加盟国が合意しているだろうとの見方を示した。フランスの AFP 通信によると、NATO のルッテ事務総長は、トランプ大統領の不満に対処するため、加盟32カ国に対し、向こう10年間で GDP の 3.5% を国防費に、さらに追加で 1.5% をその他の安全保障関連費に支出することを約束するよう提案した。ルッテ事務総長の計画では、この 3.5% の目標が達成されるまで、今後7年間にわたり、加盟各国に対し、国防費を毎年 GDP 比 0.2% ずつ増額するよう求めていくという、残り 1.5% の安全保障関連費は、インフラ整備やサイバー防衛、さらには対ウクライナ支援まで、あらゆるものが含まれることが見込まれている。国防費を GDP の 5% まで上げよという話は、トランプ大統領がここ最近の口癖のようになっている話です。以前だと GDP の 2% や 3% といった話をしていたのですが、今ではその数値もどんどんと上がってきました。ただしこのパーセンテージについて言えば少し条件の変更もありました。純粋な国防費としては 3.5% 程度、プラスアルファ、その関連費用としてプラス 1.5% といった形で足し算をする形での 5% です。そして予算を大幅に増やすことによってヨーロッパ各国のアメリカに対する依存をそもそも断ち切り、一方でアメリカが打ち切ったウクライナ支援はヨーロッパ各国で自分たちで負担せよというメッセージも発しています。この件に関して解説動画を出すと、ヨーロッパ各国は口ばっかりで実際には何もやらないと指摘する人もいるわけですが、実際に各国において予算の上積みといったものは実施され始めています。
ポーランドのように、いち早く軍事予算の上積みに着手して、すでに GDP 比 3%、4% を超える状態になっている国もあります。ただし、ヨーロッパ全体で見ると、これらの国々は軍縮傾向が続いていました。それは予算が減らすという意味ではなく、予算が横ばいであるだけでも軍縮状態に陥っていました。何しろ兵器そのものの単品では、高性能化に伴って値段が上がっていきます。維持補修、それらについてもお金はかかるものです。その上物価が上がっていくわけなので、予算の総額が変わらないのに、諸経費がどんどんと上がってくれば、その中身についてはどんどんと劣化してしまいます。例えば、ドイツのメルス首相がドイツ軍を最強の状態へと持っていくんだと話をしても、今のドイツ連邦軍は長い間の軍縮に伴って陸海空軍その全てにおいて稼働率が非常に低い、帳簿上においては存在する兵器を動かすことができないものも多数といったような状態に陥っています。そのため予算を増やしますよというところには着手したのですが、じゃあその予算を使って実際に最強レベルまで整備しようと思えば、それは5年10年といった非常に長い年月のかかる大事業となります。しかし、それをもってして何にもやっていないと評価するのはこれは間違いでしょう。一歩は間違いなく踏み出しています。むしろ日本のように周りが安全保障上危険な状況になってきているんだなという話がたくさん出ているにもかかわらず、憲法改正の動きは全く動かない口だけ番長状態の国というのはむしろヨーロッパよりも日本の方が当てはまると言えるでしょう。そして次はトランプ大統領が批判の矛先にするのは日本だと考えておくべきでしょう。ヨーロッパ各国に対してアメリカに頼るなという話をしていたわけで、今度は日本に対してもこの先日本が何らかの安全保障上の危機が訪れた時にアメリカを頼るなというような話をし始めるというのは別におかしな予想ではないでしょう。自分の国を自分で守らないのになんでアメリカが助ける必要があるんだとトランプ大統領だったら言ってのけるでしょう。続いてヨーロッパからウクライナに対する支援。先ほども述べたようにヨーロッパ各国においては防衛費をどんどんと増やすべきだという話が実際に動き出しています。その増やした予算をもとにしてウクライナに対する支援も実施されます。イタリアの軍事支援の動き、ウクライナへの軍事援助と GDP の 2% を防衛費に充てる。イタリア政府は第11次軍事援助パッケージの送付と防衛費の構造的強化によりウクライナへの支援を表明した。この軍事支援には侵攻中のロシアのミサイル攻撃に対抗するために不可欠だと考えられている M113 装甲車両400両、弾薬類、サンプティ防空システムが含まれている。国防大臣はこれらの措置を説明し、ウクライナに対するイタリアの支援の継続性を強調した。メローニ首相は、イタリアはこれまでも、そしてこれからもウクライナのそばにいるとも述べた。メローニ首相は、イタリアは NATO の公約に沿って2025年までに国防費を GDP の 2% にするという目標を達成すると発表した。メローニ氏によれば、不安定な国際情勢の中で国家及びヨーロッパの軍事力を強化することは重要な責任である。自由には代償があると彼女は断言した。自分の安全のために他人に代償を払わせるなら、自分の運命を決めるのは自分自身ではないことになる。イタリアはウクライナに対する軍事支援のその内訳については正確な値について公表していません。ただ、今回装甲車両400両を送るというのはイタリアからの軍事支援としては過去最大規模だそうです。防衛予算の増額が図られる。その予算の使い道としてウクライナ支援も強化される。イタリアの場合、今回装甲車両400両を出すわけですが、これらは兵器の刷新とも関わりがあります。これまで予算が潤沢になかった状態においては、兵器のまとまった更新といったものはなかなかと進みませんでした。古くからあるものについては、なるべくそれらを維持、使い続けるといったことが必要とされていました。しかし予算がつくのであれば、それらの兵器を更新していくことにようやく踏み出すことができるわけです。今後これに類するような予算がつく古い兵器を刷新するために、ウクライナへの軍事支援を前向きに取り組んでいく国が増えることは、ウクライナにとってはかなりありがたい展開となるでしょう。とはいえ、支援そのものが送りっぱなしというのもちょっと問題があります。これは日本の一例です。ウクライナの東部戦線よりレポート。自衛隊車両
ポクロウシク攻防戦に投入。交換部品なくネット検索で入手。日本からは防衛装備品としてヘルメットを送るといったことはあったのですが、兵器として何かを送るといったことは行っていません。ただ、物を運ぶ、そして人を運ぶという意味では、車両全般類は広く使われるものです。ロシア軍との激しい攻防が続くドネツク州の激戦地ポクロウシク、その先頭に自衛隊車両が投入されている。日本では防衛装備移転三原則をめぐる議論が続いてきた。国際法違反の侵略を受けているウクライナへの殺傷力のない自衛隊装備品の輸出として提供された自衛隊車両、送った先の実際の現場ではどう使われているのか。今回はウクライナ軍の旅団部隊に配置された自衛隊の2分の1トントラックについて、日本から送られた自衛隊車両がこちら。ポクロウシクの東方戦域に展開するウクライナ軍第157独立機械化旅団には、日本が提供した2分の1トントラック、三菱パジェロの自衛隊仕様が3台配置されている。そのうちの1台を使うのは迫撃砲部隊。車両運用任務を担当する47歳の兵士が取材に応じた。名前は彼のコールサインからカイザー社長とする。インタビュー内容。この車両はどういう経緯で部隊に配置され、どのように運用していますか？カイザー社長。いつウクライナに入ったかはわかりませんが、うちの旅団では昨年8月に中部の町で車両を受け取りました。私の所属する迫撃砲隊は、この車両で120ミリ迫撃砲と砲弾、食料を3つの地点に毎日戦闘位置まで運搬します。これとは別に三菱 L200 という車が部隊にありますが、プレートキャリア、弾倉、ヘルメットを装着して自動小銃を持ってフル装備で座席に乗り込む時の手間とスペースの狭さを考えてみてください。大変です。でもこの車両はドアが大きく、車高にも余裕があるので迅速に乗り降りできます。L200 は三菱の民生用ピックアップトラック、トライトンのヨーロッパでの名称。それに比べると自衛隊仕様の方が使い勝手は良いとの評価です。三菱 L200 で運べる砲弾は15、一発の重さは16キロです。それに比べてこの車両だと砲弾を40発積めるんです。また L200 では満載すると重くて泥地を進めません。でもこの車両はそんなことはないからありがたいし、荷下ろしも楽です。ただ、願わくはもう少し後方部分が長ければ迫撃砲がうまく収まっていろいろ積めるのですが、メンテナンスはどうしていますか？この車両で部品交換が必要になった時、スペアパーツはどう入手するのですか？カイザー社長、役に立ってくれている車両ですが、すでに破損した箇所もあります。そこが苦労するところです。破損部品はインターネットで検索して代替品を何とか入手しました。タービンが壊れた時は遠くの大きな町の修理業者まで運んで交換してもらいました。それでも適合しないパーツがあるので頼んで探してもらっています。今私たちがこの車両で直面している大きな問題は車輪です。泥地、荒れ地、雪道での走行はタイヤの損耗が激しいのです。でもウクライナで類似する互換品がなかなか見つかりません。235ミリ幅のスワンプタイヤを買いましたが、位置が低くダメでした。日本からの支援車両を日本の記者が取材に訪れれば、感謝していますとの答えだけが返ってくるとも予想したが、いろいろ聞くと現場で車両が直面する問題などにも話が及んだ。これまで日本からの復旧用重機、地雷処理機、医薬品など人道支援の現場も取材してきた。そうした意味では、ウクライナの軍事に関わる分野への支援で自衛隊車両が実際の戦闘現場で使われていることについては複雑な気持ちである。日本にとってどのような支援があるべき形なのか考えさせられるという記事でまとめられていました。日本から送られたものがどのように使われているか、実際に現地に行って使っている人にインタビューした上での取材というのは非常に重要なものだと思います。そして送りっぱなしになっているという話が出てきているわけなので、日本の支援は送ったもののその後についてもアフターフォローをするべきでしょう。何も無償支援しなくても、例えばタイヤが必要だというのであれば、そのタイヤを手配する窓口に連絡をつけるだけでも私はそれでもいいと思います。他に日本が送った支援について、日本から送った小松製の地雷除去機がウクライナで活躍。日本の小松製作所がウクライナ支援で送った地雷除去機がハルキウのイジュームで活躍しています。ブルドーザー型の対人地雷除去機 D85MS15 で人が乗って操縦することも、リモコンで遠隔操縦することも両方可能です。ウクライナ国家非常事態庁が日本の小松の機械がイジューム地域の森林の地雷除去に貢献と報告もしています。こちらの地雷除去機についてはメンテナンス部品が手に入らないとか、そういった話についての
記載はありませんでした。あまりにも特注品ですから、こちらの方はちゃんとアフターフォローしているようです。ちなみに、日本からウクライナに対する支援ですが、まず第一に国際銀行などを通じた融資による支援。この場合だと返済先が開発銀行などになりますから、時間はかかっても基本的には回収できるような融資といったものが中心となります。そしてもう一つがウクライナが全く負担なくできるロシアの凍結資産をもとにした融資です。ロシアに対する制裁はヨーロッパ、アメリカ、日本などが行っているわけですが、制裁によって凍結された資金は45兆円程度あります。そこから生まれる利子配当収入などを元にしたお金を融資返済の元手にするという形でウクライナに対する支援融資も行われています。この場合だとウクライナに対する負担が全くなく、一方で侵略しているロシアのお金を使っているので、気兼ねなく支援も行います。もういっそのこと募集しちゃえばいいのにと思ってしまうわけですが、ヨーロッパやアメリカ、日本どの国においても一度募集してしまうと国際的な信用を失ってしまうから、そうはいかないという話が反論として出ています。ロシアによるウクライナ侵略はそういった意味では国際的な信用なんかもうかなぐり捨てたものなのに、一方においてそれに対応する周辺各国は国際法を守りましょうというのをずっと足かせになっているわけですが、なんともアンバランスだなと思ってしまいます。先ほども述べたように凍結資産が40何兆円あるわけですから、それを丸々没収してウクライナに引き渡せば、別に各国が支援する必要もないほどのお金がウクライナの元に入るわけです。侵略している国はそのくらいのデメリットが発生するといった前例を作ってしまった方がいいのになと私は思ってしまいます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。